皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回は HSK 検定の前日と当日の様子をお届けします。前日のラストスパートの勉強風景、当日の朝の準備、そして試験本番の様子まで、さらに少しだけこれからの学習についてもお話ししています。途中、中国語でのナレーションにもチャレンジしているので、よかったら最後までゆっくりご覧ください。いよいよ明日が本番。少しでも自信を持って試験に臨めるように、今日は過去問の中でも手応えありだった回をもう一回解いてみます。過去問は電子版を使っていて、普段は iPad で問題を見てマークシートだけ印刷して練習していました。でも今日は本番さながら問題用紙もプリントアウトして総仕上げです。実際のテストでびっくりしたのが、問題も回答用紙も B5 サイズだったこと。私はずっと A4 で練習していたので、実物がちょっと小さくて、塗りつぶすときはみ出し気味になってしまって、当日ちょっと焦っちゃいました。少し前に HSK の事務局が主催する講座に参加したのですが、その時検定の配点を教えてもらいました。リスニング読解ともに1問 2.2 点、並べ替え問題1問5点、作文、模範解答はなく採点者に任されているそうです。高得点を取るコツはの回答は、文字のミス、文法のミスがないことでした。夜はもう無理に詰め込まず、早めに寝て体調を整えます。やれることはやりました。あとは落ち着いて臨むだけです。検定当日、そわそわしてきました。試験は1時半スタート。ちょっと早めに現地に着いて、会場でお昼を食べる作戦にしました。というわけで、おにぎりを手作り。本当はコンビニで好きなものを買いたいんだけど、ここ数年お腹の調子が不安定で、食べたもので体調がガクッと変わることがあるんです。なので、安心安全いつものおにぎり持参です。出発前に持ち物をチェックします。頭痛薬、マークシート用の太芯シャーペン、替え芯、消しゴム、普通のシャーペン、時計、筆記用具、お水、作ったおにぎり、イヤホン、のど飴、栄養ドリンク、それから空調が寒かった時用のストール、歯磨きタブレットも、受験票はスマホ表示なので充電もバッチリ、身分証明書も忘れずに持っていきます。試験会場に到着。結構しっかり雨が降ってます。でも雨の音が応援してくれてる気がします。そういえば私って昔から雨女でした。だから肝心な日が雨でも気にならなくなってしまいました。だいぶ早めに着いたなーって思うかもしれませんが、方向音痴&視力弱めな私にとっては、こういう時間の余裕がほんと大事。会場をうろうろしながらトイレの場所をチェックしたり、全体の雰囲気をつかんでおきます。おにぎりを食べながら過去問のリスニング音源を 1.2 倍速で流して耳鳴らし。雨の日ってなんだか眠くなりませんか？これ気のせいじゃなくて、雨が降る前や降っている時は
気圧が低くなり、低気圧になると自律神経のうち副交感神経が優位になり、眠気を感じやすくなるそうです。ただでさえ1時半スタートってお昼ご飯の後で一番眠くなる時間なのに困る。というわけで、集中力アップのドリンクいただきます。方向音痴なので余裕を持って教室へ向かいます。お願い、得意な問題来て。さあ本番です。テスト終了。めちゃくちゃ疲れた。頑張ったご褒美にサザコーヒーへ行っちゃおう。試験会場の茨城大学のキャンパス内限定のイバダイパンなるメニューがあるとかで、休みかーい。学校だから土日はお休みなのね。そりゃそうか。食べたかったな。残念。どうしても諦めきれなかったので後日リベンジ。無事イバダイパンいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。また来たい。今回のテスト、全体的に過去問よりちょっと難しかったかもという印象でした。正解かどうかは別として、確信を持って回答できたのは体感で半分くらい。過去問5回分を3周したけど答えを覚えてしまっていて、深い理解までは追いついていなかったようです。合格ラインは 60%。 勘で答えたところ当たっててくれという気持ちです。せっかくなのでここからは中国語で話してみたいと思います。如果这次没考过，我可能会犹豫要不要再考一次。毕竟我的目标是能顺利跟说中文的人交流。不过参加像HSK 这样的考试还是可以帮我打好基础，而且一个人学的时候多少会有点偏差，所以准备考试也让我在听、读、写这些方面练得比较平均。我觉得挑战 HSK 5级真的让我中文有进步。我现在还完全不会说中文呢。我讲的中文还行吗？有啥建议的话，欢迎留言告诉我哦。次の Vlog は HSK5 級結果発表、最近のお気に入り購入品紹介、Study with me 撮影日のルーティーンを予定しています。ぜひチャンネル登録してお待ちくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。